マガツノートシーズン1ラジオドラマ第6話魂の響き。悪魔との契約？そりゃしてえが、てめえにその斡旋ができるってのかよ。そうだぜ、出任せ言ってんじゃねえだろうな。いいえ、本当ですとも。私はそれをなりわいとする者。無事契約が結べればあなたも武将の仲間入り。ほう、上等だ。話を聞いてやろうじゃねえか。悪魔とは遥か昔よりこの世界に存在する超常の力を備えた人とは異なる生き物。その彼らの力を人間が借り受け自在に操るための手段、それが契約です。その方法は簡単。実は悪魔は心臓を2つ持っていましてこれがそうです。綺麗でしょう。これを使うのですが、手順はたったの2つ。ステップ1、まずあなたご自身の心臓をえぐり出し、ステップ2、そこへこの悪魔の心臓を代わりに入れる。それだけです。別の心臓を入れる？いかがです？契約されますか？お頭、絶対やばいですって。はっ、ビビってんじゃねえよ。望むところだ。さっさとやりやがれ。ご利用ありがとうございます。では早速。おや、こんな時に。はい、どうされました？おや、秀吉様、ずいぶんお久しぶりですね。信長様の城でお会いしていないでしょうか？ええ、サタンの契約者の確保ができた。それは素晴らしい。あとは心臓をご自分へ移植するだけ。はい、契約者なのに心臓が人間のまま。それはまた妙ですね。ええ、わかりました。すぐに向かいます。大変失礼いたしました。急に連絡が入りましてって。おや？全員死亡。残念ながら契約失敗のようですね。どうか来世でもまた我ら DD をご愛顧ください。思い出せ、政宗。かの者との盟約を、我らの使命を思い出せ。あの時と同じ声。誰だ？お前は一体誰なんだ？鳥の声。綺麗な空だ。青くて広くてカテドラルにこんな場所が。奇妙なこともあるものです。確かに彼の心臓は人間のままみたいですね。みたいです。じゃねえよ、バカか。その理由が知りたくてお前を呼んだんだろうが。この状態で悪魔の力を使ったとすると、何か特殊な契約をしているのかもしれません。ただそうなると私にもお手上げですね。クソが！光秀、あのキノコ野郎。何が彼がサタンの契約者だよだ。肝心のサタンの心臓がねえんじゃ意味ねえだろうが。こいつはさっき戦っていた武将。そうだ、俺はこいつらを止めようとして。それでどうなって。はあ、びっくりした。あなたいつから目を覚ましてたんです？貴様は？お初にお目にかかります、政宗様。私はメフィスト。悪魔斡旋会社 DD で総支配人をしております。で、こっちでムスッとしておられるのが秀吉様です。おいてめえ、
契約者のくせになんで心臓がそのままなんだ。サタンの心臓はどこにあんだよ。サタン？誰のことだそれは。しらばっくれてんじゃねえ。てめえが契約してる悪魔だろうが。悪魔とは呆れたな。外の人間は空想と現実の区別もつかないらしい。ふざけんな。執行官が悪魔の力を知らねえわけねえだろ。相変わらずやかましいやつだ。悪魔やその心臓とやらがどんなものか知らんが、仮に知っていたとしてもお前たちになど教えるものか。人類の復興を妨げる無価値で有害な猿どもめ。てめえ人をイラつかせんのがうめえな。有害人類、有害人類。お前ら悪の連中はいつもそれだ。勝手に人の価値決めて勝手に下げすんでんじゃねえ。俺の生きる価値はいつだって無限大だっつな。つうか今の状況分かってんのか。この場で一番生きてる価値が微妙なのはてめえなんだぜ。処理されたくなけりゃとっとと有用な話を聞かせてくれよな。おいキヨ、こいつから全部吐かせろ。殺さなきゃ何をしてもいい。俺そういうえぐいのは官兵衛の方が。いや、ちょっと待ってくださいボス。あ？執行官相手に拷問なんて無駄です。それに力を暴走させた時の動揺っぷりや他の執行官連中との会話内容から考えても、こいつだけが何も知らなかったという可能性が高い。はあ？マジかよ。お前どうすんだ官兵衛。当の本人が知らないんじゃお手上げじゃねえか。落ち着けクソザル。おかしなのはアークがこいつの悪魔の力を知っておきながらなぜか処分せず執行官として飼ってたってところだ。絶対に何か特殊な事情がある。一度体と頭の中をしっかり調べた方がいい。私もそうすることをお勧めしますね。ここは再度光秀様の力を借りられてはどうです？それはありですね。彼の能力ならばこいつが覚えていないことまで引き出せる。乗りかかった船です。ここは私からもお願いしてみましょう。人事みてえに言ってんじゃねえ。そもそもあいつに今回の情報を流したのは DD だろ。てめえもじゃねえ。てめえがあいつに頭下げんだよ。おっと、これはヤブヘビ。おいお前ら、行き先変更だ。アジトに戻るのは延期。光秀の野郎んとこ行くぞ。うっす。よかったな。首の皮一枚と繋がったみたいだぜ。ところでここはどこなんだ？どこって決まってんだろ。解放区だよ。解放区？ここがカテドラルの外。解放区、カテドラルの外に広がる領域で、かつて武将たちがアークから奪い取った土地。解放といえば聞こえはいいが、要は管理を拒んだ有害人類が集まる無秩序の吹き溜まりだ。カテドラルからの脱走者もいるらしいが、環境も治安も最悪だという話だ。よし、この先は車両が入れねえから歩きだ。キヨに官兵衛とメフィストついてこい。残りはここで車見てろ。うっす。おや、大丈夫ですか政宗様。おい、トロトロしてんな。とっとと歩け。なあ兄貴、こいつ何か食わせといた方がいいんじゃね。はあ？不要です。なぜ捕虜にそんなことを。ふらついてんのこいつ。男抱えて歩くなんざごめんだぜ俺は。ふざけるな。お前たちの施しなど。おやおやおや、体は素直なようですね。死んでなければ問題ない。
歩けなくなったら引きずっていくだけだ。いや待て、そうだな。そういうことならおごってやるよ俺が。なんだと。おい親父、その粥一杯くれ。へいどうぞ。勘弁。なぜ俺が。おい捕虜、口を開けろ。このバカ、吐くならあっち向いて。官兵衛様、お着物が汚れて。その親切をなんだと思ってやがる。いっぺん死んどくか。ああ、もう勘弁。ストップストップ。なんだ、口に合わなかったか坊ちゃんよ。ちっと社会勉強させてやろうと思ったんだが悪かったな。ひどい味だ。人間の食べ物と思えない。いや、味以前にだ。こんな不衛生な場所であんな粗末な設備を使って調理だと。外には最低限の衛生観念すらないのか。よくこんな環境で生きていられるものだ。だがここには自由ってやつがある。カテドラルにはないな。ここじゃなんとかレベルも関係ねえ。逃げ切る自信があるなら盗みも殺しも OK だ。何が自由だ。それは無法と言うんだ。みんながそんな好き勝手なことをしていたら人類は滅んでしまう。わかったわかった。わかったからちょっと落ち着けって。お前たちは今がどんな時代か分かっていないんだ。こんな生活長続きするわけがない。アークの正義と管理なしに人が生きていけるものか。アークがなんだって。おい見ろよ、あの格好執行官だぜ。執行官ですってなんでこんなところ。おいアーク、あれが年食って働けねえってだけで俺の両親のレベルはあっさり下げやがったよな。解放区に脱出できなきゃ俺らは飢え死にするとこだったんだぜ。俺は相棒をこいつらにやられたんだ。たった一回盗みをやっただけだってのに。人類のため、正義のためだ。正義。私の父親は解放区生まれだけど何にも悪いことなんかしてなかったのよ。なのにアークの人狩りにあって私たちは生きてるだけで罪だっていうの。それは。おい、いいから殺しちまおうぜ。下がれ。バカな真似はやめろ。うるせえ、黙ってろ。そこまでだ。これはあの時。そいつは俺の獲物だ。お前らが手出していいごちそうじゃねえんだよ。おお、角が武将だ。すげえ、初めて見たぜ。この音は。そもそもあの変身は一体何なんだ。あの角は D デバイスで出現するホログラムに似ているが。あの角こそ悪魔の心臓をおのみに取り込み地獄の苦痛に耐えて契約を果たした者、武将の証。はあ、ご覧になりますか。これが悪魔の心臓です。悪魔、何かの比喩だと思っていたが、これは一体。石のようだが中で血のような液体が脈打っている。悪魔の力を宿すためこれを胸へ入れるのです。心臓の代わりとして。これを体内に。理解できない。武将どもは皆こんなおぞましいものを。ま、つっても兄貴のは安物だがな。昔親方様に取り入ろうって焦って敵武将から分取った心臓で勝手に契約しちまったんだよ。そしたらその悪魔がしょぼいやつで特殊な力は使えねえでやんの。
ああ、そうだ。それからこの調べですが、これは悪魔の心臓によって得られる力の副産物でして、武将の精神が角から振動、音として放たれているのです。我々は敬意を込め魂の響き、玉ゆらと呼んでいます。玉ゆら。最後にもう一つついでに教えてやろう。カテドラル住民の頭に埋め込まれている住民監視用チップのことは知っているな。あれには致命的な弱点がある。それが武将の放つ玉ゆらだ。玉ゆらを受けた人間のチップは故障し機能不全を起こす。つまりアークの目が行き届かない不穏分子の誕生だ。だから連中は玉ゆらを聞いた住民を生かしておかない。そしてその結果があの大虐殺だ。待て、虐殺だと何のことだ。は？覚えてないのか？お前あの時のことはどこまで覚えているんだ。奴の粉、玉ゆらとやらが聞こえて、それから、いや、そこまでだ。そこで意識なくしたのか。悪魔化して暴れ始めてからとかじゃなく、悪魔か。俺が。なんだ今の光景は。俺に悪魔の力だと。そんなバカなことがあるか。俺はアークの執行官だ。有害人類どもの使う汚れた力など。そういうことか。こりゃさすがの俺もちょっと興味が出てきたぜ。アークがお前で何を企んでるのかにな。